有限会社 M2 の堀直樹と申します。社長をやりつつバトルガレッカではプロデューサーをショットトリガーズのプロデューサーを務めさせていただいてます。福井正幸です。 M2 での役割はプログラマーとプランナー、それと元のゲームのプログラムの解析をしています。冬野ハイマと申します。バトルガレッカではディレクターを担当しました。で、M2 ショットトリガーズでは、新しい新規アートワークを主に制作しています。M2 にいるときはパワードリフト、それと M2 ショットトリガーズのバトルガレッカ、弾丸フィーバロン、魔法大作戦、決意を担当しています。M2 に入ってから M2 では、なんだろうな 3D 復刻アーカイブスのシリーズで、サンダーブレードの、新規パートは僕が担当しました。新しいステージが追加されているんですけれど、そこは僕が担当しました。セガ系をいろいろちょっとお手伝いさせていただいたりとかしています。そして、ショットトリガーズはバトルガレッカから始まって、弾丸フィーバロンと、決意のアートワークを担当させていただいています。魔法大作戦でもデザイナーとして。そうですね。魔法大作戦では、マップガジェットという、ステージマップが、画面に表示される仕組みがあるんですけれども、そこの新規、アートワークを大量に書いています。ショットトリガーズ、漠然とした質問ですね。シューティングゲームっていう、プリミティブでかつなんて言うんでしょうね、抽象的なゲームのジャンルにある独特の面白さっていうものを遊ぶ人に伝えていきたいって思っています。で、そういうプロジェクトだと思っている。バトルガレッカからスタートして弾丸フィーバロン、魔法大作戦で今度出る決意、そしてその先まだ何本か手をつけているものがあります。実は先ほど一回同じことを話していて、自分にとってショットトリガーズの理念というのはやっぱりシューティングゲームの面白さを遊ぶ人に伝えると。で、その面白さとは何かっていうと、そこはやはりプリミティブなところであったり、それから抽象的がゆえにシンプルなルールで遊べるっていうところだと思っています。で、付け加えるならばシューティングゲーム特有の演出の美しさ、面白さっていったところも大きなシューティングゲームの魅力だと思っているので、そういう演出の素晴らしさも伝えていけたらいいと思っている。そうですね。後で話題がかぶってしまうかもしれないですけれども、スーパーイージーという簡単なモードを必ず入れることにうちのゲームはなっていて、でそこはなんだろうな、僕がっていうよりはもうみんなスタッフがみんな入れるべきっていう、そこを共有してそういうものが入るべきだって考えているところが、そのショットトリガーズの基本スタンスって言ってもいいと思っていて、なぜならそのシューティングゲームを買うファンの人とそのトッププレイヤーの人っていうのの間にものすごい開きがあるんですね。で、その買って応援してくれる熱心なファンの人がゲームがうまいかといったらそうではないことが多くて、でかつ開発者の人でそのゲームがうまい方が割と多いので、その簡単にしたぞって言っても実は難易度が全然下がっていないということが今までのゲームではよくあったので、とにかく本当に簡単にするっていうのができているかできていないかっていうのが過去のゲームとの大きな違いじゃないのかなと思っていて、でそこが入っているので、その初心者の人、そしてその
長年遊んでるけどゲームが上手くなれない方っていうのもいらっしゃるので、そういう人がこうお金を払った分たっぷり楽しめるっていうのがやはりうちの基本的なコンセプトっていうか、やっていることというか、そうあるべきって考えていることって言っていいと思います。要するにその何ですかね、まとめるとですね、シューティングゲームって反射神経を駆使して避けたり倒したりして自分の限界を試すものなんですね。でその自分の限界に近づけば近づくほどその遊んでる最中に脳から汁が出てきて気持ちよくなるわけですけど、そのなんだろうな、難易度とかレンジっていうのはその上手い下手で全然変わってくるんですけど、できればそのみんなにそのシューティングゲームの快楽っていうのを味わってもらえるように作り直していく、新しく作っていくのがショットトリガーズだと思っています。僕個人のその周りのっていうか、知り合いの話で言うと、まずシューティングを買ってくれているのでお客さんなんですけれど、その買ってくれてるだけでもとてもありがたいことなのに、その買ってくれた人がまず開口一番謝るんですよ。ごめんなさい、下手なのに買ってごめんなさい、下手なのにごめんなさいって言うんですね。それがもうとにかく僕はすごい嫌で、そういうことを言わせたくなかったんですね。でそういうそのシューティングは苦手なんだけど好きなんですよって言ってくれるような人に遊んでほしかったんですが、今回バトルガレッカもそうですけれども、とても難しいと聞いていたけれども僕でも遊べましたっていう人がたくさん現れたので、そういった意味ではちゃんと成功したなと思っていますよ。特にあれですね、ランキングのトップのプレイヤーの人のプレーって見てると惚れ惚れするぐらいすごいことをやってるんですけど、同じことをスーパーイージーでやったら俺にもできたっていう話を聞けた時には本当に嬉しかったですね。もうまさにそういう遊び方をしてほしかったです。前々からそのバトルガレッカとか弾丸フィーバロンって勝手に移植が済んでいてゲームは動いていたんですね。でそれを出す機会をずっと待ちあぐねて待って自分たちで出せるようになったタイミングで、じゃあシューティングゲームのシリーズをやろうっていう風になったのがショットトリガーズのスタートですね。でそれを引き継いで、エンジニアをやっている時からシューティングゲームというものが大好きで、アマチュアでゲーム作り、シューティングゲームを作ったりもしていた。エンジニアを辞めてM2 でプログラマーとして働くことになって、その時もやはりシューティングゲームが大好きなのでショットトリガーズに加わりたいと思って参加をしたという経緯があります。ショットトリガーズの、なぜショットトリガーズになったかというと、昨日インタビューあったのかな、うちの松岡が、最初企画立ち上げの時に会議に参加してくれてですね、ゲーマーが絶対触る、毎日そのゲームをする時に絶対こう使うものをそのシンボルとして名前に取り入れたいっていう話をしていて、それで最初その M2 ショットボタン、日本語ですね、ショットボタンって言っていたんですが、ショットボタンっていう単語は、海外では通用しないので、じゃあトリガーにしようかっていう風な話になって、そのいくつかそのシリーズの名前を決めるときに候補があった中からショットトリガーズっていう名前が選ばれたと。なので名付け親は松岡なんですよね。ゲームの成り立ちというか、そのルーツの話でいくと、コンパイルというゲーム会社が昔ありまして、そのザナックとか、あと何て言ったらいいですかね、パワーストライク、コンパイルというシューティングの有名なゲームメーカーがあって、でそのシューティングのシリーズっていうのも一つのこう流れになっているんですけれども、その一つの大きな流れとそれと別の流れがぶつかったところにあるゲームなので、何て言うんですかね、ちょっとその2つの血が混ざった結果すごいものができたみたいなところがあってですね。でそのコンパイル
の作ったゲームっていうのがプレイヤーのテクニックによってその難しさが変わるっていうゲーム性っていうのがものすごいこう有名なんですけれども、ザナックっていうタイトルはそうなんですけれども、そのプレイヤーの腕前によってそのゲームのその遊ぶなんていうのかな、感覚あるいはその難しさでどういう風な展開になるかっていうのがどんどん変化していくっていうものの、バトルガレッカは究極系の一つだと思いますね。まず大まかに言うと3つの要素があると思います。一つはスペシャルウェポンっていうものを使うことによって高いスコアを得ることができる。でこのスペシャルウェポンというのは数に限りがあるリソースです。このスペシャルウェポンを使うには何が必要かっていうと実は1回プレイヤーがミスをして時期が爆発する必要がある。これ何かっていうとプレイヤーがミスをするとその分スペシャルウェポンの弾丸が増える、補充されるんですね。一機ごとにスペシャルウェポンが何個かあるってことだよね。まあそうですね、そしてではスペシャルウェポンを増やすために今、時期を失う必要があるっていう話をしましたけれども、じゃあその時期はどうすれば得られるのかっていうと今度は高いスコアを取ると時期を増やすことができる。エクステンでは高いスコアを取るにはどうすればいいかっていうとスペシャルウェポンを使ってスコアを得ると。今順番に元をたどっていきましたけれども、逆に話すとスペシャルウェポンを使えば高いスコアが得られて、高いスコアが得られればその分自爆ができる、時期が爆発することができると。ウェポンスコア時期プレイヤーウェポンでスコアを稼いで、スコアを稼ぐと時期が増えるから、そのウェポンでまたスコアを稼いで時期を、それをやっていくと時期が何回死んでもウェポンで稼いでいるから循環する。これ大丈夫なのかな何テイクか話せばいいんじゃないですかね。それは、結果なんですね。最初にバトルガレッカがゲームセンターに登場した時はクリアできないゲームって言われたんですよ。それは、最初にハイスコアが載っている雑誌があって、そこに最初の集計のスコアの集計の時に、誰もクリアした人がいなかったっていうぐらい難しいって言われたんですね。それは上手い人がうまく遊ぶと難易度がどんどん上がっていくんですよ。難しくなっていく。でそれがどうやったら難しくなるのかを誰も知らなかったのが何年もかけて難しくなる要素であるとか、どうしたら簡単になるのかっていうのをみんなで見つけていった結果なんですね。その結果がずっと生きているとプレイヤーシップが蓄積されていくんですが、それが多いと難易度がどんどん上がるんですよ。なので死ぬと難易度が下がるんですね。そういう仕組みを発見したら得点を稼いでプレイヤーシップを増やして、で死ぬと難易度が下がるっていうのを繰り返していくと難易度をそこそこに下げつつスコアを稼ぎつつクリアもできるっていうのを発見したんですね。これはプレステ4版のバトルガレッカでグラフとして出していますんで死ぬとガクッと難易度が下がるのが面白いです。その秘密を解き明かしたのが PS4 版なんですね。まずはこれはバトルガレッカのゲームの性質にそのものに関係している話なんですけれども、バトルガレッカっていうのは隠された要素が非常に多いゲームと、ハイスコアを得るためにどのような隠された要素を知ることがどのような隠された要素があるのかを知るっていうことが大事です。例えばあるスコアアイテムを取るときにどんな取り方が必要か、要は画面の外に逃がさないようにスコアアイテムを取り続けるだとか、そういったいろいろなことが隠された要素としてある。でそれらはハイスコアを得るプレイヤーにとっても重要だし、それからトッププレイヤーじゃなくてもこのゲームをクリアしようとするプレイヤーにとっても必要な情報なんですね。そういうものを見えるように可視化したいっていう考えがあって、そこからガジェットというものが生まれてきました。
バトルガレッカにはさっき福井が言った通り隠されてるシークレットの要素がたくさん入ってるんですけれども、そうだな、いくつか僕の方から要望があって、っていうのはバトルガレッカの開発に入る前に僕はクリアを目指してなんか趣味でプレイを始めていたので、本当に心底バトルガレッカで遊ぶ時に欲しい機能っていうのがありまして、それを入れてほしいって話をしていたので、かなり切実だったっていうのがありまして、で難易度が見れたらいいなっていうのが、それが一番の目玉になっていると思いますね。一番大きいのは難易度が表示されるランクグラフっていうグラフの方式でどれくらい難しくなってるかが分かるやつなんですけど、それともう一個あって、アイテムを何個か取り逃してから取るとオプションがスペシャルな形態になるっていうものがあるんですよ。それがウェポンアイテムを5個落としたらオプションを取るとか、オプションアイテムを5個落としてから取るみたいな、そういうことがスコアラーの人はみんな知ってるんですけど、素人は知らないんですよ。それをゲームを始めてみて教えてもらって、そんなことあんのかと。でこれはぜひ簡単に素人でもできるように見て分かるようにしなきゃっていうふうにして、それをまず入れてもらいました。ちょっと話が遡るんですけれども、一つ言いたいことがあります。スコアシステムについてなんですけれども、このゲームでスコアを稼ぐのに重要なのがスペシャルウェポンです。スペシャルウェポンがいろいろなところに関わってきています。例えばある場所をスペシャルウェポンで破壊するとハイスコアが獲得できるアイテムが出現したり、それからある敵をスペシャルウェポンで破壊すると、これもやはりハイスコアが獲得できたりします。そのためにスペシャルウェポン、数に限りがあるスペシャルウェポンをいかに使っていくかっていうところが、このゲームのスコアにおいて重要なところですね。イエスですね。このスーパーイージーでの目的というのは、やはり先ほど堀井も言ったんですけれども、初級者の人がプレイしてもトッププレイヤーと似たようなことを遊び方をしたらトッププレイヤーのようなムーブができるようになったと。で俺でも面白いムーブができるんだ、すごいムーブができるんだっていうことを体験するためでもあるんですね。でそのためにどうしたかっていうと、スペシャルウェポンをよりたくさん獲得できるようにしたりしています。そうすることでトッププレイヤーだとトッププレイヤーでしか使うことのできなかったようなスペシャルウェポンの少なかった場面でもスーパーイージーモードだったらスペシャルウェポンをたくさん持っているので、たくさんスペシャルウェポンを使ってたくさんスコアを獲得ができるといったようなことができます。そういうことを狙っていますね。いろんなケースがあると思うんですけど、まず社内でそのゲームをすごくやりたいという人がいることが第一だよね、やっぱりね。でその上で今度は版元さん、要するに権利者さんのところに行って OK が出るタイトルっていう順序で決まっていくと思います。だから基本的には僕らが欲しいから作るっていうのがもうメインになっていて、で版元さんが OK 出なくても版元さんに100回通えば OK 出るかもしれないんで、そこはもう今も2年越しぐらいでやってたりするので、もう本当作りたい、欲しい、遊びたいが最初にあると思います。まずはバトルガレッガーのサウンドの制限の話をします。もともとのバトルガレッガーではいくつかのサウンドチップを使って音を鳴らしている。当時のチップというのは音の解像度が低かったりして、でそれを鳴らしたいアーティストにとってはやはり制約だった。でそこで今回のバトルガレッガでは新たなチップをバーチャルなチップを作ってそれによって
サウンドのクリエイター並木学さんがより作りたいと思っていた音を出すことに成功しています。あとはそうですね、おおむね元の制約に準じるんですけど、我々が何かを追加するときに元の基板と同じ制約でやっていると処理速度が足りない場合などは元の基板よりも速い基板だったことに設計し直して実装したりすることはあります。オリジナルの PCB は当然手元に用意して、で中身のプログラムも一生懸命追いかけます。具体的に何をしているかって言われたら結構何でもするという感じなので一言では言えないですけど、なるべく中のプログラムを全部網羅して理解するようにして、その理解した範囲でこの後アレンジモードがついたり、そのスーパーイージーモードがついたりすることになるので、解析をせずにそのスーパーイージーやアレンジモードがつくことはありえないんで、元のゲームはきっちりと把握するようにしています。そういうおかげでうちの会社は21世紀にもなって Z80 や68000の達人が増えているわけですけど、それがいいことなのか悪いことなのかは自分には全く分からなくて、ただ楽しいなと思っていますのプロフェッショナルが育っていますが、それはもう30年も前のプロセッサーなので、そこのプロが育つことに関して21世紀なのにいいのかなと思っています。これはうちの仕事全般に言えることなんですけど、どっちもあり得るという感じですね。本当にハイレベルな言語に全部置き換えてから作ることもありますし、元のコードをそのまま生かす時もあります。それはどういう目的でどういう結果が得たいかでもう変わってきます。それについてはとても重要なことであり、できる限り再現をしたい、オリジナルのバグも再現をしたいと考えています。でただその中でどうしても例えばスコアアタックをする上で問題になるようなものなどに関しては協議を重ねた上でバグをなくしたりすることもあります。これは本当に笛野さんと福井くんの暴走な気がするので2人に語ってもらうか。僕アレンジモードってもうちょいその中級者向けに作るのかなと思っていたんだけれども、作っていたはずなんだけども、あれよあれよという間に暴走してすごいことになっていて、今そのトッププレイヤーの人があれは未だに大変っていうような状況になっているので、解説をお願いしたい。ぜひ。そうですね、さっきそのバトルガレッカのトッププレイヤーにそのアドバイスをしてもらったっていう話をしたんですけれども、彼には会社に来てもらって、そのゲームのその移植の再現度であるとか、あと遊んだ時の感覚ですね、プレイフィールですね、それを逐次チェックしてもらってっていうのをやってもらってたんですが、そのアレンジモードでバトルガレッカをその違うゲームに生まれ変わらせるとしたらどういうゲームにするかっていう時にもかなりいろいろな意見を出してもらってですね、その最初僕が大雑把にその出したコンセプトっていうのは、バトルガレッカっていうのはその複雑なゲームなので、いわゆるケイブさんの、シューティングゲームみたいなその単純なその最後まで死なずにボムも使わずに乗り切るようなタイプのその真逆のゲームにしてみたらどうかっていうコンセプトを出したんですが、それだとつまらんよとそのトッププレイヤーのそのアドバイザーの人が言ってですね、でこうしろああしろみたいなことをいろいろと言い出したので、そこでそのプログラマーの福井の方にその彼を引き合わせて、でもう直でやってくれという話で2人でそのいろいろと始めたらどんどんすごいゲームになっていったっていうのが流れなんで、途中からもう福井の秘密になっちゃってるんで、そこから先は福井さんどうぞ。それで僕とトッププレイヤーとの間でまず相談したことが何かというと、やはりトッププレイヤーが遊んでいても面白いというふうにチューニングをしていくことで、ちょっと話は戻るけれどもアレンジモードを作っている時に最初に狙いとして考えていたのは、トッププレイヤーだけでなく
初級者の人も中級者の人も楽しめるものにすることで、その時にいろいろなアイデアを考えて試していって案を立てていったんだけれども、そこでトッププレイヤーからのいろいろなアドバイスがあった。もうトッププレイヤーとさらに上級者トッププレイヤーが遊んでも面白くなるようにするっていうところの視点も含めてよりチューニングを行っていきました。もう一つ付け加えるとその時に出てきたのがブラストブランチモードというモードのアイデアです。でこれは何かというと上級者トッププレイヤーが遊んでいてよりエキサイティングにゲームを楽しめるようにするための仕組み、そして中級者でもそのトッププレイヤーが遊ぶような興奮を味わえるようなものというのを目指して作っていました。ブラストブランチモードというのは何かというと、ステージ1である条件を満たした時にステージ2から難しいゲームになるけれどもハイスコアも狙うことができると、そういうモードのことです。なんというか開発を脇で見ていてアレンジモードを作るだけでも一苦労していた人たちがそのブランチする、要するに分岐してもう一本ゲームを作っちゃうっていうところにものすごい狂気を感じたのをよく覚えています。いや時間もないけどやるって言ってんだからできるんだろうなと思いながら楽しみに見てました。狂ってました。その結果としていまだにそのトッププレイヤーの人がそのアレンジモードを遊ぶ時は今でも極めきってないから胃がキリキリした遊び方ができるっておっしゃってくださってるんで、もう本当に良かったですね。それを目指しています。できているかどうかは皆さんの判断に委ねます。遊んでくださった方々の評判は非常に良いです。これはもう本当にありがたくて、おかげでまだ続いています。Steam に出してくれとか、海外版はいつ出るのかとか、バトライダーを出してくれとか皆さんに言われました。この間の5月末にレンヌ、フランスのレンヌで行われていたスタンフェストっていうところに行ったんですけど、イベントに行ったんですけど、あちらで本当熱心な方にこのゲーム出してくれ、あのゲーム出してくれって言われていて、それはもう話を聞きながら、いやもうそれは自分も欲しいしやりたいけどやるよとは言えなくて、もどかしい思いをしました。なるべくみんなのその要望に応えたいです。それは自分の要望でもあるので。海外の人たちは本当に熱心な方々が多くて本当にそれは嬉しいことだと思っています。でそういう人たちにもできる限り届けていきたいなと思っています。ショットトリガーズが他の、異色のシリーズと違うことは、新しいアートワーク、ポスターであったりイラストを新しく書き起こして宣伝に使うことが、結構違う。だから昔のゲームなんだけれどその新作のように新しい絵が出てくるっていうのはお客さんには結構新鮮な体験だと思うので、それがその海外の人にどう受け取ってもらえるのかっていうのはすごく楽しみというか、僕の絵が受け入れられるのかっていうか、すごく怖いような楽しみなようなそういう気持ちです。新しいことをゲームの中でもやっているので、必然的に告知のポスターも新しいものが欲しくなるというのは間違いなくありますね。その辺はバトルガレッカの時点で冬野さんがやってたんで、冬野さんに語ってもらうのがいい気がする。バトルガレッカの、さっき話が流れちゃったんだけどちょうどいいのであれですが、バトルガレッカをやるから冬野さんやってよと急に呼ばれてやることが決まったんですが、そこでディレクションを担当することになったんですけれども、僕は過去の仕事で、ケイブさんで、イバラとピンクスイーツっていうシューティングゲームを担当のグラフィックを
一部担当して、お仕事をしたことがあるんですが、そこでバトルガレッカの、プログラマーの矢川さんという方と一緒に仕事をしたことがあるっていうのがまず一つあって、でそれよりももっと前に、後にバトルガレッカのグラフィックデザインを担当する山川君っていう人がいるんですけれども、彼とも過去に仕事をしたことがある。で、当時並木学さんが M2 在籍されてたので、並木さんも一緒だ。で主要関係者と一通り仕事がしたことがあるということを、まずそういうなんていうんですかね、ちょっと珍しいポジションにいた上にバトルガレッカのそのプレイヤーハイスコアラーのコミュニティと、お友達だったので、プレイヤーを探せばすぐにこうアドバイスを得られるっていう状況がなぜか揃っていてですね、だからやんなさいよと冬野さんやんなさいよというふうなことで呼ばれたんですね。なのでそのバトルガレッカっていうのはとても複雑なゲームなので、一口では移植もできないし、どういうゲームかを語ることも難しいゲームなんですけれども、それをこういろんな角度から知ってるっていうか、いろんな角度からの見方を知ってるっていうたまたま幸運なポジションにいたので、ゲーマーから言わせるとガレッカはこうだよと、で開発者の人が言うにはこうだよっていういろんな視点からのバトルガレッカ像みたいなやつをたまたま聞けるポジションにいたので、それがバトルガレッカのディレクションをやるきっかけではあったということですね。なのでゲーマートッププレイヤーの人たちに協力を仰ぐっていうのはもう最初からあって、でバトルガレッカをどう遊ぶのかっていう風な話っていうのはもう本当に最初の段階からまずプレイヤーを呼んでアドバイスを絶対聞いた方がいいからっていう風なのを会社に提言してやることにしてっていう風なのを始めました。まず家庭用ゲーム機に発売されるゲームをゲームセンターでお披露目するということに対して大きな驚きを持って迎えてもらいました。あとは、それを遊んでもらうことでやっぱりゲームセンターでゲーム遊ぶのって面白いよねっていう反応が多くて、そこは僕は本当に嬉しいなと思っています。バトルガレッカにしろショットトリガーズのそれぞれのゲームっていうのはいずれまたゲームセンターに戻したいなと思っている、個人的には思っているので。付け加えるととても嬉しかったのはそのゲームの熱心なファンの方々やトッププレイヤーの方々もゲームセンターに来てくれてプレイをしてくれたっていうことですね。僕からでいいかな。今もう何タイトルも仕込んでいるのでまだまだゲームが出ます。僕個人の、考えで言うとショットトリガーズっていうのは一つのそのシューティングゲームのプラットフォームになりうるはずで、そこを目指していきたいと思っています。いろんな人がそのゲームを遊んでいて詰まる場所とかここが面白いとかっていう場所を共有したり助け合いながらみんながそのゲームクリアまで楽しめるみたいな環境を作っていきたいなと思っています。よくご存知ですねっていうところから入って、もうその通りです。なのでゲームは僕らは自分たちのために作って遊んでいます。まだパーフェクトではないかもしれないですけど、そこまでは当然すんなりいってます。あとはそのきちんとしたライセンスの許可と我々のスタッフの人員の空き具合で彼らじゃないな、このゲームそれらのゲームも世に出せるんじゃないかと思っています。頑張りたいんで今やってるやつも応援してください。続いていれば必ず出ると思います。なんでやりたいからなんだけど、それで遊びたいからなんだけどやはり、私が好きなのは、この決意というゲーム、そして、その決意というゲームを遊ぶことです。で、その2つを実現するためには、いくらでも犠牲を払ってもいいと考えています。
オリジナルのゲームを作ったスタッフの皆さんもものすごい労力と情熱で作っているのを知っていて、で実際に会ったことがある人とかも多いわけなんですけれども、そういう人たちも十分狂ってるんですよ。でそういう狂った人たちが作ったものをまた狂ったプレイヤーが遊んでいるのを知っているので、彼らのすごい狂気、2つのすごい狂気のエネルギーに対抗するにはこっちも狂うしかないんですね。その決意に限らずだけど、やっぱりパーフェクトなものが欲しいですよね。パーフェクトなものでパーフェクトな時間を過ごしたいので、みんながパーフェクトだって言ってくれそうなものを狂った気持ちで作る。一つ真面目な話として付け加えるとやはり私はゲームはまず文化だと思っていて、その文化を継承することということを非常に大事なものだと考えています。でその時にでは継承することっていうのは何かというと、それは元の基盤をパーフェクトに継承していくことであり、そしてその基盤を作った人たちの文化、その人たちの持っている文化も継承していくこと、それがすごく大事なことだと考えています。そのためにこのショットトリガーズをやっているというところもあります。